ここら辺でコロニーの現状をご覧いただきます。動画の鮮度が前後しますがご容赦ください。まずは酸素分布から。まだ小麦農園からの酸素が来る前だと思いますが、必要量は足りてます。ちなみにですけど、ここが第2厩舎でして、もう1個ありましてですね。こっちが第1厩舎です。追加要素らしきパンケーキを食べてもらいます。早速背負ってきたな。でかいなおい。ゆげさばチャンネルへようこそいらしてくださいました視聴者様。前回、無事に起動したハンピーくんですが、配管に無理があることが分かりました。ご覧のように、吸気ポンプからのフィルターが、最初に水素を分離しているため、パイプが詰まってこれでは酸素が送れません。そんなわけで一度、切断して経路を入れ替えます。この辺は単純な問題だから助かるな。酸素が来ないからおかしいと思ってたのよね。まあこの辺はフィルタリングベントに移行するけども。しかし今回の成果で得られる効果が大きすぎる。酸素に小麦に温暖化対策だからな。欲張り3セットだ。もしも、の話なんだけど、ハンピーくんを縛って使用不能にしてたら、この辺はどうするのかしらね。それこそ一体クーラーと蒸気タービンじゃないのかね。サウナがどうこうって記事も見たけども、今回の惑星だと、どんぐりが手に入らないからそのラインは薄いんじゃないかね。現状、木材の入手経路がアバーのみだからね。何か他の樹木があると良いのだけれど。樹木ねえ。オキシファーンあたりは樹木っぽいけどな。つーかアバーってよく考えたら異常じゃね？確かに。成長速度が速すぎる。成長しきるまで 4.5 サイクルとか速すぎる。ドーピングか？色々と考えられて調整されてるんだとは思うが、どんぐりが増えないのが痛いよ。本格調査をしたいんだが、やりようがなくてな。そもそも情報が錯綜していてわけがわからないわ。日本語まとめ引きだとピップが食べた際にどんぐりの発生フラグが立つ、とあるんだが、掲示板だと普通に枝刈りしろって指示が出てる。バージョンによる情報の鮮度の問題だと思うんだが、一応、こっちとしてはどんぐりを手に入れるのが目的だから、ピップにこだわりはないんだけれども、ロケットを打ち上げるよりピップの機嫌を伺う方が早いんだよな。頭痛が痛い。前回、触れた熱水の貯水ですが、やっつけですけどタンクに詰めます。これが枯渇すると結構、ヤバめだからね。本来は大きめの貯水槽を用意したいが、今はとにかく時間がない。休眠タイミングがまだわからないので、今ある分を目いっぱい保存しておく必要があります。ヘドロの上流でもう増産しているとはいえ、向こうはお世辞にも効率が良いとは言えないからな。叩き込んだヘドロの3分の1をもにするとか、やる価値あるのか疑うレベルね。自動化して放っておくくらいがせいぜいかもしれん。今ならコンベアと掃除機で自動化できるのか。やっておこうか？暇があったらやっといてくんない？オッケー。ここら辺でコロニーの現状をご覧いただきます。動画の鮮度が前後しますがご容赦ください。まずは酸素分布から。まだ小麦農園からの酸素が来る前だと思いますが、必要量は足りてます。カメラを引くとわかりやすいな。右側が濃い、かな？あれは多分汚染水からの酸素だと思う。大量に右側に貯水されてるから。下層の二酸化炭素が悲惨なことになってるな。深部は対策してないからね。そもそも最下層のアプローチにこのルートを使わない可能性があるし、ちなみに居住区の天然ガスは全てマリー隊員に製造してもらってます。400サイクルもあるとこうなるのか。タンク丸ごと埋まったこともあったわね。恐ろしい娘である。そしてもはや恐怖を感じる大量の抱きつきピップ先生。増えすぎだろこれ。毎日卵割ってるんだけどね。抱きしめって自動化できないかね？それができれば苦労しないわ。ちなみにですけど、ここが第2厩舎でして、もう1個ありましてですね。こっちが第1厩舎です。怖いわ。第2は卵の孵化場にしてたんですけど、手に負えないくらいピップが増えてしまいました。野生に返したくてもひもじい思いをしているのを見るとつい保護してしまいます。非常に熱いとこうなるという見本です。食料に関して、食材は100キロ埋まってます。半分ほどが小麦です。下の冷蔵庫と2つの食料庫が食料。現在の主食はドロドロベリーとバーベキュー、オムレツですね。ドロドロベリーは量産をお願いしてますが、まだまだ間に合ってません。消費速度の方が早い感じね。スペースあるんだし、微生物粉砕機を増やしても良いかもね。そしてリクエストをいただいた温度レイヤーです。コロニー全体だとこんな感じ。結構、温暖化してきてます。そしてやはり目立つのが蒸気タービン周り。完璧に次元が違う色してますけど、熱量マシマシです。全マシのレベル。これ雪塩水が隣接してなかったら崩壊してるんじゃないの？隣接してるからこそ、ここに建造したとも言える。一部に拡大ワイプを入れます。蒸気が今、139度。液体クーラーも同じくらいかな。あちあちです。蒸気タービンの温度を取り忘れたので静止画で失礼します。こんな感じ。もはや70度が目前です。こうして見ると金属のドアもいい仕事しちゃってるわね。あれの素材、金じゃないかな。金は今はうちの金属のスタンダードだからね。
そして雪塩水にドボンした方が良いよって教えていただいた淡水機がこちら。配電網を話題にしてたのはこいつの対策だったりします。電力不足になってます。この電線ライン、潜在的負荷が驚異の数値。1000ワットに対してなんと3000ワット。もはや暴動が起こるレベル。まあ不足を起こしてるのはこのラインだけなんですけど。配線の破断もまだないしね。しかし急ぎたいのは事実です。配電網は一度も整理してないからもはやめちゃくちゃね。共食い整備を起こしてないだけマシか。電力に関してはラインが豊富だからこそこの程度で済んでるんでしょうね。ある程度の本数が出てたはずだからな。配電網を再デザインする際に詳しくご紹介する予定です。換気レイヤーがこちら。前回で電解装置からの酸素をこっちを通そうとしてましたが、右側の経路にしました。どう考えてもごちゃるからな。それで正解だろう。向こうは換気パイプが全くないから、安心して通せたわ。引き続きです。こちら現在の主な攻略です。この辺の鉄は回収したいわ。しかしこれを掘り出そうと思うと、自動的に塩素間欠線を攻略する羽目になるんだよな。まあ周辺にまだあるから、そっちから攻めても良いしね。最後に資源を見てみます。だらーっと流しますので、気になる方は一時停止してご覧ください。卵に関しては今後はパフと紙で一旦、拡大を停止します。紙は単純に隊員に食べさせたいという欲もあります。ああ、忘れてましたけどパクーも主食でしたね。一時期、大忙しだった背筋の薬も今は落ち着いてます。天然ガスが計上されていないのが謎だな。水素もじゃん。なんかあるんだろう、気にしない。パームリリーとリード線に、多すぎじゃね？リリーは回収してないのも含んでると思う。リード線にはおっしゃる通りです。カンバスに使いたいから向きになって増やしてしまった。反省はしていない。モガ20トンを切りそうだけど、ヘドロが随時、蒸留されてるから増えてるな。まだ掘っていないのもあるし、枯渇の心配はいらなそう。ヘドロが60トン、モガ20トンと、汚染水が40トン出るのかな。およそ40タイルかな。前回触れた熱水の方がはるかに速度があるわね。地味に石炭がやばくね。8トンか。石炭発電機は600キロを格納できるらしいから、およそ13回満タンになる量か。心配いらないかな。汚染水が40トン。なんで計上されてるんだろ、この数字？気にせず行こう。砂も砂岩もまだ十分ね。これでも枯渇したら替えは効かないけど。お次は種。売れるくらいあるぞ。こりゃお店を開けるレベルだ。そして悲しみのどんぐりゼロ問題。精錬金属もまあ、当面は足りるかな。この辺は蒸気タービンと液体クーラーの奮闘のおかげだな。鋼鉄も量産してます。今後、いると思うので。ああ、そういえば衣装も色々着てたっけ。ゲーム内でもなんかプレゼントみたいなのが届いてたっけね。今は動画を拡大してて映ってないですが、左上に青いアイコンが出てます。さて金属ですが、銅はもう枯渇寸前、金アマが30トンほど、鉄の20トンはジャブレベルだな。折りに行かないと。食事では新しいパンケーキを作ってみました。追加要素っぽいです。以上、コロニーの現状でした。蒸気タービンの電力で、アーケード筐体を稼働させたわ。地味に細かいんだよなこれ。左のプレイヤーが磁気の操作で、右がショット。画面にも反映されるという、エリートマックスだ。さすがに初期メンバーは仲が良いな。マックス隊員が連射を担当する模様。そしてここでまさかのエリー隊員の離脱。本当に仲良いのかなこれ？コメントは差し控えます。娯楽でもゲージが出るんだな。超生産のターゲットになるのかね？中止しようじゃないかレイムさん。マリサさんにたまに岸田総理大臣が憑依するのは何なの？ハンピー君は今日も元気です。が、宇宙が思いのほか近いので、鉄鋼ボードを張り込んでます。なんでこんな近くにあるかな、宇宙。ぼやいても始まらないのでスープも用意します。ちなみにこの左の火星バイオーム、宇宙に機体を飛ばして攻略しようかとか考えてます。吸った機体をお構いなしに宇宙に投棄。不法投棄だこれ。こういうことをするから、スペースデブリがうんぬんかんぬん。上層へのアプローチは簡単なので、暇を見て進めてもらいます。遭難しないと良いけど、条件的に怪しいんだよな。経路には余裕を持たせるから、大丈夫だとは思うけど。スーツドッグなんだけども。どうした？熱々の酸素を詰めても良いんかね？普通にダメな気はするけども。とはいえうちの酸素って寒冷バイオームで冷やされてるから、あちあちでもないんだよな。吸気ポンプの周辺で53度か。やけどはしないレベルだと思うけども。コメントでも視聴者様が触れてくださってたな、この点。やけどすんのかしらね？人柱ってわけにもいかん。3度で確認しよう。裏で回してみました。127度の酸素を詰めてみましたけど、特に何もなかったです。翌日、倒れるとかはわかりませんけど。これってすごいことなのでは？っていうか熱どこ行った？酸素を0倍にして回したら最後はスーツに詰めれば熱が行方不明になる？夢があるなぁ。熱い酸素の集積場作って運んで、なんがあるとすればすぐに冷めちゃうことだな。熱伝導率は低いみたいなんだけどね。低いな。なんですぐに冷えちゃうんだろうな。炭酸元素、水素、塩素、二酸化炭素の中ではまだ高い方だからかね。そんな気はするな。
純粋に酸素だけの空間じゃないと熱量を維持できないのかも。わがままねそういう問題か？追加要素らしきパンケーキを食べてもらいます。早速背負ってきたな。でかいなおい。カロリーがすごそう。特に文句も出ないし、うまいんだろうな。材料は卵の中身と小麦みたいです。オムレツと共存はできませんでした。オムレツをメニューから外しておかないと、作ってくれないみたいです。まあ食事のレパートリーが増えるのは良いことね。日本人として食事は絶対に、妥協できないからな。前回はトラブルで少し動画が短かったので、今回は長めです。しかしまあこの辺で締めにします。霊夢さんお願い。はいよ。ご視聴いただき、誠にありがとうございました。